普段会社で働いていると、いろいろな人とお話しすることがあると思います。その中で、なんとなくうまくいかないな、思ったように伝わらない、気まずい空気になることもある、といったように、職場でのコミュニケーションに悩んだことはありませんか？このような時は、心理学の考え方を用いることで改善できる可能性があります。この動画ではまず、エゴグラムという性格診断ツールによる自己理解についてお話しします。次に、いろいろなエゴグラムの例を見ていきます。最後に、理想の自分について考えてみます。なお、本動画の内容は個人的な意見を含んでいます。この動画は、心理学の交流分析というものの考え方を参考に、個人的な理解を交えながら作成しています。交流分析について興味を持たれた方は、専門の書籍等をご参照ください。早速ですが、まずはエゴグラムによる自己理解についてお話しします。エゴグラムとは、カナダ出身の心理学者であるエリック・バーンとその弟子による性格診断法です。自分や相手をより深く理解し、円滑に交流するのに役立ちます。数多くの患者を診察してきた中で生まれた実践的な方法であることから、我々社会人の日常にも適用できるものであると思います。エゴグラムを簡単に言うと、自我状態を5つのカテゴリーに分けて、その特徴を見出していくことです。5つの心理的なカテゴリーとしては、父親のような厳格さを示す CP、母親のような優しさを示す NP、大人の冷静さを示す A、従順な子供を示す AC、自由奔放な子供を示す FC が挙げられます。どの要素が一概にいい悪いということではなくて、5つの要素のバランスを見て判断していきます。まずは CP について詳しく見てみましょう。CP の関連ワードとしては、支配的、批判、道徳的、教育的、権威的、叱責といったものが挙げられます。何々すべきだ、しっかりしなさい、任せなさいといったような厳格な父親をイメージするような言葉が発せられているときは、この CP が前面に出ている可能性があります。次に NP です。NP の関連ワードとしては、親切、寛容、思いやり、面倒見がいい、保護、甘やかし、おせっかいといったものが挙げられます。何々してあげよう、大丈夫、かわいそうにといった言葉が発せられているときは NP が前面に出ている可能性があります。次に A です。A の関連ワードとしては、理性的、論理的、冷静、客観的、分析、知性的といったものが挙げられます。要するに何々。具体的には何々。何が問題かといった言葉が発せられているときは A が前面に出ている可能性があります。次に AC です。AC の関連ワードとしては、抑制、妥協、我慢、依存、消極的、協調、いい子、過剰適応といったものが挙げられます。何々していいですか？わからない。どちらでも。といった言葉が発せられているときは AC が前面に出ている可能性があります。次に FC です。FC の関連ワードとしては、感情的、直感的、創造的、衝動的、わがまま、自己中心的、ほがらかといったものが挙げられます。わあ、素敵、何々したいといった言葉が発せられているときは、FC が前面に出ている可能性があります。様々な質問に回答することで、自分はどのような要素が強いのかなど、自分のエコグラムを作成することが可能です。質問例としては、他人を厳しく批判する方かどうか、子供や他人の世話が好きかどうか、物事をよく考えてから行動する方かどうか、自分の感情を抑えてしまう方かどうか、直感で判断する方かどうかなどが挙げられます。
気になる方は質問集を書籍やネットで調べてみるといいでしょう。次に、エゴグラムの具体的な例を見てみます。代表的なエゴグラムの例の一つとして、まずはへの字型のエゴグラムを紹介します。この形では、母親のような優しさを示す NP や、大人の冷静さを表す A が高いです。このようなエゴグラムの人は、対人関係でのトラブルが比較的少ないと言われることもあります。次に V 字型のエゴグラムです。この形では、父親のような厳格さを表す CP や、従順な子供を表す AC、自由奔放な子供を表す FC が高く、母親の優しさの NP や大人の A は比較的低いです。このようなエゴグラムの人は、対人関係でのトラブルが比較的多いと言われることもあります。他にもエゴグラムの形はあり得ます。例えば NP や FC が高い形ですと、思いやりがあり、なおかつ好奇心が旺盛な人かもしれません。自由な分、時にはわがままに見えることもあるかもしれません。また、例えば NP や AC が高い形ですと、思いやりがあるが言いたいことがなかなか言えないタイプの人かもしれません。最後に、エゴグラムをもとに理想の自分について考えてみましょう。エゴグラムで出てくる5つの要素について、それぞれの要素が高かったり低かったりすると、どのような特徴が出やすいか一覧で見てみましょう。CP が高いほど厳格で支配的である一方、低いほど無責任でルーズとなりやすいでしょう。NP が高いほど優しく世話好きな一方、低いと薄情で冷淡になりやすいでしょう。A が高いほど現実的で冷静である一方、低いと感情的で衝動的になりやすいでしょう。AC が高いほど協調的で依存的な一方、低いと反抗的、自律的になりやすいでしょう。FC が高いほど自由で積極的である一方、低いと生真面目で抑制的になりやすいでしょう。大事なのは一概にどの項目が良くてどの項目が悪いということはなく、どの項目であっても強すぎたり弱すぎたりすると相手にマイナスに受け止められる可能性があるということです。まずは現状を知り、理想の自分とのギャップを知ることが大切となります。また、周りの環境などによってもエゴグラムの形は変わってくることもあると思います。職場にいるときはどんなエゴグラムか、家にいるときはどんなエゴグラムかについて比較してみると、自分についていろんな角度から認め直すことができるでしょう。また、例えば、小学生時代はどんなエゴグラムだったか、中学生、高校生、大学生、今など、過去を振り返ってそれぞれのエゴグラムを比較してみるのもいいでしょう。今現在の自分と理想のエゴグラムをある程度把握できたら、どうすれば理想の自分に近づけるかを考えてみるのもいいでしょう。例えば CP を高めたいのなら、自分や他人に厳しくなる、ルールを守るといったことについて意識してもいいかもしれません。また NP を高めたいのなら、他人に関心を持ち思いやる、他人のいいところを見つけるなどを意識するのもいいでしょう。A を高めたいのなら、考える力を育て、計画を立てて行動するようにしてみましょう。AC を高めたいのなら、人の話を聞く、協調性を身につけるといったことを意識してもいいかもしれません。また、FC を高めたいのなら、今までよりも自由に自分を表現し、自分を解放してみるのもいいでしょう。自分だけでなく、周りの様々な人のエゴグラムを作ってみるのも参考になります。ご両親のエゴグラム、気の合う人のエゴグラム、気の合わない人のエゴグラムを作ってみると、例えば、自分のこの性格は親譲りだなとか、こういう人とはうまくいきやすいんだなといったようなことが見えてくる可能性があります。相手によって自分のエゴグラムを柔軟に変更できるようになると、今までよりももっと充実した毎日を過ごしやすくなるでしょ
あなたも一度自分のエゴグラムを作ってみると、明日からの仕事がもっと楽しくなるかもしれません。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。